こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、お金を大きくする方法っていうお話をしたいと思っています。お金シリーズの第2弾ですね。で、私たちの意識って結構お金でちっちゃくなっちゃってるんですよ。だから意識の拡大のためにもお金っていうもので大きく捉えられるといいんじゃないかと思うし、そんなにお金ってさやっぱり意味がないですよね。エネルギーですから、そこに対しての自分自身の意識を書き換えていくことによって受け取れる金額が変わってきたり、そこに対しての自分が執着がなくなったりブロックが外れていくんじゃないかと思いますので、そういうワークをやりたいと思っています。だからお金をねちょっと入ってくる金額とか、そのお金に対する意識っていうところをちょっと書き換えていきます。で、私自身はそのねお金のブロックがとっても強くて、なんかねとにかくお金に対しての執着が結構ありましたね。ちっちゃい時から。ちっちゃい時じゃないや。旦那さんと結婚してからずっとお金に苦労したので、どういうふうに外してきたかっていうことの第2弾いきます。で、やり方としては、欲しい金額っていうのが月これぐらい稼ぎたいってあると思うんですけど、このさ金額っていうのが大体今まで自分が稼いでた金額よりちょっと大きいぐらいか、あとは、自分の親が稼いでた金額ぐらいとか、周りの人が稼いでる金額ぐらいっていう感じのさ設定になっちゃってるんですよね、私たちって。だからここをねどういうふうに大きくするかっていうことなんですけど、だからまず金額を本当に自分が受け取って満足する金額はいくらぐらいなのかなっていうことを考えます。だから決めますね。月50万とか100万100万ぐらいあったら満足するのかな。1000万とかでもいいんですけど、いきなりなんかでっかくなっちゃう、心地いい範囲内で、ね、多分出すといいと思うから、あんまりでかすぎると心地悪くなっちゃうかもしれないですね。ある程度も100万とか稼げてんなら月1000万とかちょっと徐々に増やしていくのはいいと思うんだけど、大体その数十万の方は、100万っていうところから持っていくといいんじゃないかと思うんですね。で、じゃあ金額の設定決めましたね、これぐらい。その時にやっぱりさちょっと少し違和感がある程度の金額がいいかな。だから心地いい範囲内で出すんだけど、でかすぎてすんごい心地悪くなるよりはいいと思うから、少し違和感があるぐらいの金額にしてください。100万とか200万とか300万とかでもいいよね。でその後にそれを使って何をやりたいのかっていうのを、考えていきます。で紙に書いてもらいたいんですね。金額決めてここに書いていただいて、で、それを使って何をやりたいのかっていうのを、10個ぐらいねバーって書いてもらいたいのね。結構さそのお金の金額によって自分がやりたいことって決まっちゃってたりするから、それを使って何やりたいかってこっちの方に意識持っていくっていうのが大事なんですよ。それを使って何やりたいか、本当の望みが出てきます。だからやりたいことができる金額にしてくださいね。100万とかだとあんまりできないって思うようだったら200万とかでもいいと思うし、とにかくいろんなことが自分がやりたいことができる金額、そしてそれを使って何をやりたいのかバーって10個ぐらい書いていきましょう。バーってね。なんかこう旅行に行きまくりたいとか、温泉行きまくりたいとか、美味しいもの食べまくりたい、ブランド品買いまくりたいとかさ、なんかいろいろあると思うんですけど、結構大きい願望ですね。それを使って何やりたいのか10個ぐらい書くじゃない。で一個一個に対してそれが叶ったらどんな気持ちかっていうのを感じていきます。じゃあ例えばねブランド品いっぱい買って自分がそういう洋服とかを着たらどんな気持ちか、なんか満足だなとかね、例えばですけど、あとそのね、じゃあ美味しいものを食べ行ってね、みんなでこう家族ですごいこう安心だなとか、美味しい幸せみたいなのほほんみたいなこういう気持ちになるじゃないですか。そういうのとかここに書いてあるやつね、ご自身が。あとはどういうのがあるのかな。
なんかこう旅行行きまくりたいだとすると、旅行行ってどんな気持ちかっていうのを感じます。だから結局お金の願望の裏には、そこに対しての自分がやりたいことがあるんですね。でそれがないとできないって思い込んでたりするから、先にこの気持ちを感じることによって、それに対する、そのお金の抵抗が結構なくなるし、願望が叶っていくから、先にねこう書いたリストのやつを感じちゃいますね。だから結構でっかい願望とかいっぱいガンガン出していくといいと思うんですね。で願望に対する気持ちを感じていきます。気持ちで書くね。嬉しいな、喋りまくるなおじさんちょっと静かにしてもらえます、おじさん静かになった通じたのかな。そうね、感じたかな。でそして、10個ぐらい書くじゃない。でその後にもう一回その金額を感じます。この金額を稼げたらどんな気持ちかっていうね。最初にさやっぱり金額として抵抗が100万とかさ、50万とかなんかちょっと抵抗があったり1000万とかでもいいんだけど、すごい抵抗が最初はあったりするんだけど、それを使って何やりたいかっていうのの気持ち出すじゃない。でなんか気持ちがでかくなるんですよ、そうすると。で本当になんかいい気持ちになって、でなんだ金額もう一回金額出そうみたいになって、じゃあこれねこの金額自分に手元に入ってきたらどんな気持ち感じる。そうするとなんかね気持ちがすごい大きくなってて、なんかこの金額稼げる気がするっていうね、抵抗がなくなった状態で月100万かなったらどんなね入ってきたらどんな気持ちか。はあ、なんかよかったとかさ、なんかちょっと足りないな、もっと欲しいなとかさっていう感じで、なんか最初に思ってた金額よりもちょっと気持ちが大きくなってると思うんですね。だからなんか抵抗なく気持ちが出せると思うから、この絵で気持ちを感じることによって自分自身の意識がちょっと拡大していきますので、エネルギーとしてお金の金額、お金が受け取りやすくなっていたり、お金が回りやすくなってるんじゃないかと思うんですね。そう分かったかな。でこれであとはだから自分の好きなことやっていただければいいし、あとはねやっぱりさ自分自身が少し今やってるお仕事とかあるじゃない。今やってるお仕事を以外にちょっとお仕事やってみるとか、あとはなんかやっぱ好きなことをやってみるっていう感じで少し動きます。そういう感じかな。お金にどうやって結びつくか分かんないことでもなんか好きなこととかをどんどんやっていただくといいと思うんですね。あとはさっき願望を出したものの中のリストがあるじゃない。そこに対して何かちょっと動いてみるっていうか、そういう感じでちょっと動きを入れていくと受け取る金額が変わってくるんですよね。エネルギーが回ってきますので、なんかねお金っていうところ、お金がないとできないと思っていた意識から先になんか行動を入れていくといろんなことが回ってくるんですよ。エネルギーが回ってきて、なんかねないとできないと思ってたことがもうどんどん叶ってっちゃってでき始めちゃうんですね。でお金に対するブロックとかもやっぱ外れてきちゃうんですよ。いろんなことができてきちゃうなみたいな感じで、お金がなんか減らないなみたいなことが起きてくるから、このやり方でやっていただくと結構枠は外れると思いますね。お金のだから自分が受け取れる金額っていうのはだいたいこういう感じで、自分がね制限かけちゃってるんですよ。このお金がないと先のこれができないって自分が思っちゃってたりするから、そのあたりやっていただくと外れると思いますね。何回かやっていただくといいと思うんですね。だから、今日よかったらねこのコメント欄のとこに、金額とこれだけのこういうことをやりたいっていうのをね書いていただくと、でそこに対してこう気持ちをね感じていただくとどんどん叶っていくと思うから、それやっていただくといいと思いますね。あとはそこに対しての行動を何かしらやっていただくといいと思うし、あとね私はねやっぱりねちっちゃいことでいいから自分自身で仕事をしていくっていうのをやっていくといいと思うんですね。自分でちょっとした小遣い稼ぎでもいいから、自分でできんだなっていうところが出てくると思うから、別にそこができないんだったら全然いいと思うんだけど、なんかねやっぱり上限っていうのが
どうしても自分自身の旦那さんのお給料であったりとか、会社に属してるとね、会社のお給料とか、でもこのやり方やってると会社のなんかお給料が増えたりするんですよ。ボーナスもらったり旦那さんの給料が上がったりってことが出てくるから、それプラス自分で何かちょっとした小遣い稼ぎみたいな軽いやつやっていただくともっとこう回るようになるんじゃないかと思うから、やっていただくといいと思います。これでね、本当に何倍な10倍ぐらいになっちゃったんじゃないかな。私は結構お金に対してのブロック強かったんだけど、結構なお金の金額も稼ぎますね。今もそうだな、あんまり考えてないんだけど結構稼いでると思う。稼ぐっていうか、なんか稼ぎたいと思ってガツガツしてるっていうよりも、お金に対してのこう大きいエネルギーの意識なんですよ。エネルギーとして回すっていう意識だから、やっぱなんかこう軽く捉えてるって感じですね。これで外しましたね、私は。だからね、参考にしていただいてやっていただくといいんじゃないかと思います。今日はお金の大きい、金額を出して、お金受け取りたい金額を出していただいて、そこで枠を外す、やりたいことを書いていただいて枠を外すっていうことのやり方をお伝えしました。よかったらやってみてください。ではでは。